여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、草です。日本特有の読み方、訓読みは、草というのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、プルと言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、そうに対し、韓国語の漢字語は、超と言います。そう、超で学習していきましょう。では、草の漢字が入った単語を考えてみましょう。装飾、草原、海藻、雑草などの単語があります。草の漢字の韓国語は超なので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば単語を完成させることができます。装飾の飾の漢字はしなので、装飾は著子となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。著子、著子、著子。そして、草原の原の漢字はウォンなので、草原はチョウォンとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。チョウォン、チョウォン、チョウォン。そして、海藻の海の漢字はへなので、海藻はへっちょうとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。へっちょう、へっちょう、へっちょう。そして、雑草の雑の漢字はジャブなので、雑草はジャブチョウとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ジャブチョウ、ジャブチョウ、ジャブチョウ。中級以上の方はしりとり、くんまりっきをやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。装飾、食卓、卓球、球場、場内、内陸と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。著子、식탁、탁구、구장、장내、내륙。このように日本人の特性を生かして芋づる式に単語を増やしましょう。
今回のレッスンはここまで。最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。